皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアにおいて旅客機に乗るのは命がけではないかといったニュースを取り上げようと思います。2022年、ロシアはウクライナに対する侵略を本格的に行い始めました。それに伴ってロシアに対する制裁が何種類か行われたのですが、航空機に対する制裁もその中の一つです。ロシア国内で数多くの欧米製の旅客機がリースで使用されていたのですが、それらについての契約が途中で無効化され、リース会社に対して返却をするようにとロシア側に要求が突きつけられました。また、返却を前提としていますから、リースされている機体に対するアップグレードや保守点検、また予備部品の供給などについても基本的に禁止とされています。そのような中でロシアはリースしている航空機を返す気はないとして使い続けています。その結果、点検が行き届いていない機体が大量に発生し、それに伴う航空トラブルがどんどんと増加しているところなのです。このような状態に対して、今、プーチン大統領がどのような手を打とうとしているのかについても、合わせてご紹介していこうと思います。経済制裁にあえぐロシア、航空機トラブルが1年で3倍に、整備不良もお構いなしに飛び続ける。ロシアのプーチン大統領が2022年2月にウクライナに本格侵攻を開始したことを受けて、西側諸国はロシアに厳しい経済制裁を課した。中でも航空機を対象とした制裁は、ロシアの航空業界に多大な影響を及ぼしている。航空機の故障はこの1年で3倍に増加。またこの数ヶ月は交換部品の不良が原因の技術トラブルにより国内便が緊急着陸する事例が相次いでいる。アメリカ政府はロシアの航空会社が運航する航空機を制裁対象にしており、各航空機メーカーもロシアに対する交換部品や新たな航空機の納入を停止している。ロシアでは2023年9月から12月8日までに民間航空機のトラブルが60件発生しており、これには緊急着陸やエンジンからの出火、エンジンの故障、その他の技術トラブルから航路変更を余儀なくされた事例などが含まれる。こうした事例が9月に15件、10月に25件、11月に12件と12月は8日までに8件あった。これに先立ち、ロシアの独立系メディア、ノバヤガゼーダヨーロッパは2023年1月から8月までにロシアの航空会社が運航する民間機について120件以上のトラブルがあったと報道。このデータと合計すると2023年に入ってからロシアでは180件を超える航空機トラブルが発生していることになる。2022年の航空機トラブルは60件で、ロシアではこの1年ですでに航空機の故障が3倍に増えている。ノーバヤガゼータは2023年の故障についてエンジントラブルが全体の 30%、着陸装置の故障が 25% と見積もっている。ブレーキやフラップ、空調システムや防風ガラスにまつわるトラブルも多く、それぞれ故障原因の3から 6% を占めた。ロシアの航空機の故障事例は全てが公開されているわけではないため、実際は見積もりよりも多いとみられる。アメリカと EU はロシアの航空会社にリースした航空機の返還を求めているが、ロシア政府はこれを回避するために国内の航空会社にリース機をロシア籍に登録し直すよう呼びかけている。この件についてブルームバーグは、重要なソフトウェアの更新も対空性を保証するために義務付けられている。保守点検もせずに航空機を飛ばし続けていることを意味すると指摘している。航空産業を維持するためにロシアはその他の制裁を迂回し、欧米製の交換部品や機材の代替品を調達する方法も模索している。ロシアのビタリー・サバリエフ運輸相によれば、ロシアは2022年2月以降、欧米の制裁措置により旅客機76機を失ったという。現在のところ旅客機が多くの乗客を乗せたまま墜落して多くの人が亡くなったという、いわゆる最悪の事態については発生していないようなのですが、エンジントラブルにより途中の空港に緊急着陸したり、もしくは飛び立った空港に戻るといったことも頻繁に起こっているようです。飛行機が滑走路からオーバーランをしたりするなど、さすがのロシア人も驚くような航空機トラブルは多く、インターネット上にその関連動画なども時々上がってくることがあります。では、そのようにして欧米製の旅客機がどんどんと使えなくなってくる状況に対して、
ロシアではどのような対策を取ろうとしているのでしょうか。初飛行のロシア製大型旅客機、なぜ時代遅れの4発機に背景に見えるロシアの孤児と焦り。ロシアの航空機メーカーイリューシンが2023年11月に初飛行させた旅客機 IL-96-400M は大型機でもエンジン2機が主流の今日では珍しく、エンジンを4機搭載した4発機であることからファンを驚かせました。なぜ時代遅れになりつつある4発機で初飛行させたのでしょうか。そしてそこから何を読み取ることができるでしょう。こちらの写真が新型の旅客機です。欧米の旅客機メーカーでは今やエンジン2機というのが主流になっているのですが、ロシア製の旅客機の場合だと最新型がエンジン4つです。今回初飛行した機体はイリューシン製大型旅客機の主力製品である旧型を近代化して胴体を延長、乗客数の増加を図っています。しかしエンジンは先代と同じ4機です。大きさとして競合機となる欧米製の旅客機などがもっぱら創発の時代にです。ロシアでは大型旅客機でもエンジン2機で済ませることができる大出力のターボファンエンジンを国内で実用化できていない上、ウクライナ侵略により西側から購入できる可能性もなくなりました。西側の旅客機が使うロールスロイスのエンジン、推力は1発あたり33,000キロなのに対し、イリューシンのエンジンは約半分の17,400キログラムであるため、エンジン4つのままで最新型を作らざるを得なかったのです。エンジン数が増えれば、整備にかかる時間も費用もかかります。結局、ロシア製の新型機は経済性も含めた限界はあると思われます。それでもロシアはなぜこの時期に初飛行をさせたのでしょう。ロシア国内ではウクライナ侵略後ほどなくして国内航空会社が使う西側製の旅客機の多くが整備用部品の枯渇などにより、これまでのように完璧な状態では飛行できなくなりました。このため国際線国内線を問わず航空路線の維持は国産機の使用にかかっていると言えます。もう一つはロシアは屈しないという西側諸国へのメッセージでしょう。今回初飛行した機体はそもそもは2021年の初飛行が予定されていました。そこから2年遅れでしたが、なんとかロシア製の技術で飛ばすことができ、ロシアは旅客機の開発力を失っていないと誇示したのかもしれません。しかし経済性に難があるエンジン4発であるゆえに、ボーイングやエアバスのライバルになることはないでしょう。航空機は空を飛ぶものですから、そこに多くの人々が乗っていて、その旅客機の安全性は非常に高いものを求められます。しかし完璧を狙ったとしてもなかなか完璧ではないといったことから、事故が起きれば事故調査委員会が立ち上げられ、徹底した真相解明が進められます。どこかの部品に不具合があったのか、作業手順に問題はなかったのか、様々な問題を分析した上でその改善内容をまとめて、より事故の起こりにくい体制というものを作っていきます。欧米製の旅客機はそのようにして徐々に安全性を高めていき、信頼性が高まっている状態です。また近年の流れとして燃費についても重要視されています。遠くに行くにしても近くにしても燃費は良ければ良いほど良いというのは当然のことです。そして今回出てきたようなエンジンが4つよりも2つの方が整備にかかる手間や費用なども削減できるわけですし、基本的には高性能のエンジンであった方が良いのは当然のことです。ただロシアの場合だとソ連時代から一応旅客機は作っていた、飛行機は作っていたという土台があることから、欧米製のものがだんだんと使えなくなるのであれば国産旅客機へと切り替えていこうという狙いがあるのでしょう。現在のところリースして強奪した旅客機については同じような機種の中で部品を共食い整備をしたりといったことからなんとかやりくりしていると言われています。しかしそのようなことをしていてもどうしても使えば使うほど部品の寿命といったものが来るわけで、それらについては本来規定時間に達すれば使うのをもうやめなければなりません。安全性を確保することがどんどんとできなくなってくるからです。しかしロシアの場合だとまあなんとかなるでしょうみたいな感じで使い続けているものですから、なんとかなることもなく航空機のトラブルへと発展し、そのために飛んでいる最中のトラブルなどによって引き換えしたり緊急着陸をしたり、今のところは起こっていませんが、そのうち墜落してしまうという可能性も十分あります。この動画を見ている方の中で、よしロシアに旅行して旅客機に乗ろうといった予定がある方はまあなかなかいないとは思いますが、このような背景情報を知っていれば、いくら広いロシアといっても飛行機で移動するのはやめた方が良いでしょう。そしてこのような事情を知らないまま乗っている多くのロシアの人たちは最悪の事態に
巻き込まれないと良いのですが、そもそもそのような国民を危険にさらすようなことを招いているのは、プーチン大統領の進めているウクライナへの侵略なのですから、さっさとこのような侵略行為をやめて、欧米の旅客機メーカーからメンテナンスを受けられるようなことへと正常化してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ロシア製の旅客機のトラブルはどんどんと増えています。2022年と比べると今年は3倍の水準。そして航空機の部品は使えば使うほど安全性の担保ができなくなっていきますから、来年、再来年はさらに悪化していくことでしょう。今はなんとか共食い整備を進める中で機体を使っていますが、そのうちロシア国内で飛べる航空機はソ連時代からの技術に立脚したロシア国内で生産された機体へと更新されていくかもしれません。その安全性は明らかに欧米のものよりも劣ることでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメント、また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。